分に割って、鰹節を加えてと。山菜の炊き込みご飯ということで、そら豆なんかはね山菜ではないんですけれど、ふきのとうだとか、あとねタラの芽、この辺を使って炊き込みご飯を作っていこうかと思いますと。山菜のアクの抜き方だとか、炊き込みご飯にする際に山菜をねどのタイミングでご飯と合わせるのかだとか、そういったねお話ができたらなと思いますと。タラの芽とふきのとうですね、この2つのアクを抜くところから、始めようかと思いますと。山菜のねアク抜きに関してはこれね結構人によって意見が分かれるところではあるんですけれど、タラの芽とねふきのとうに関しては基本的にはねこの2つのアクは、水溶性と硬い部分を処理して、水にさらすだけでアクは抜けると。このねふきのとうのアクに関しては結構ね毒性があるなんて言われているので、しっかりね水にさらしてから、食べると。そこだけね、注意してくださいと。でこれねふきのとうはこの硬い部分があるので、ここを包丁で切り取って、であとはね真ん中で半分に割って、で、水にさらすと。このね苦みがどうしても山菜というのは美味しいので、あまりねずっとさらしておくとこの風味が抜けてしまうと。だいたいね10分程度水にさらして、でそれから、調理すればいいんではないかと。タラの芽は先ほどちょっと説明しなかったですけど、芽の付け根の部分がこう茶色いね硬い縁みたいなものがついているので、ここを包丁でねこう剥いて水にさらすだけと。なのでこの2つはね10分程度水にさらしてアクを抜いて、それから調理しますと。そうでこれね今ボウルに溜めた水につけてますけれど、ここにねちょろちょろ水を流して、さらしてくださいと。続いてこちらうどですね。うどはね生で食べたりするイメージも強いんですけれど、これもねアクがあるので、うどの場合は今度ね酢水にさらしてアクを抜きますと。で酢水にさらしてね色を止めるなんて意味合いもあるので、酢水にさらすとこのうどのね白い色が綺麗に出るので、まずはねうどんも一緒ですよね。この付け根にこの硬いね茶色くなった部分があるので、この部分を、包丁で削り取りまして、ここから酢水にさらしますと。これねもしこの付け根の部分が変色してしまっていたら、この部分はね、薄くそぎ取ってから、酢水にさらしてくださいと。お酢を入れすぎるとどうしてもね酸っぱくなりすぎるので、酢の物で食べる場合は構わないんですけれど、今回炊き込みご飯にするので、どうしても酸っぱくなりすぎると。なので、お酢はねあまり入れすぎないようにしてくださいと。カットして水にさらすんですけれど、このうどの表面ってこの細かいねこういう毛みたいなふさふさっとこう繊維が毛羽立っているので、これがね気になる場合はこんな感じでね包丁の背でこすると、こういった形でこの繊維が取れていくので、こんな下処理もありますよと。うどってねこれ見れば分かる通り、このね芽の部分だとかこの茎の部分だとかで結構太さがバラバラなので、これねある程度太さごとにこの部位をね分けておくと、調理しやすいですかね。よくねやるのはこの芽の部分は天ぷらにして、ここから適当な大きさにカットして、これねこっちの太い茎の幹の部分っていうのかな、この部分は皮が硬いので、こういった形で剥いて油で炒めたりしてきんぴらにして、残った中身の部分スライスして、
酢の物にしたりね、サラダにしたりなんて使い方が多いですかね。この部分はね、生で食べてもシャキシャキと食感があって美味しいので、今回は、もちろんねこちらも炊き込みご飯に入れてしまうんですけれど、だからちょっと強めに火を通したい部分と、この芽の部分と、あとねこちらの生でも食べられる部分とに分けて、炊き込みご飯にしようかと思いますと。山菜の炊き込みご飯ってね、よく山菜の水煮、もうアク抜きをしてある山菜のパックを使った炊き込みご飯が多いと思うんですけれど、生の山菜と水煮の山菜はね、もう風味も味も全くの別物なので、できれば生の山菜を使って作っていただきたいメニューではありますかね。そう、水煮ってね、あれ色止めで結構ね酸味が効いていたりするので、なのでねちょっと不自然な味がするというか、そう僕はね、そう感じるので、皮とねこっちの芽もこういった形で酢水にさらして、アクを抜きますと。芽もねこちら食べやすい大きさに切って、さらしておくといいかなと思いますんで、はい、こういった形ですね。続いてそら豆ですね。もうそら豆はね、これ山菜というわけではないんですが、12月のね末ぐらいからそら豆って実はハウスものが流通しだしまして、鹿児島のね指宿産のそら豆がだいたい関東では最初にねもう流通しだすんで、春の山菜と、初夏の野菜とね一緒に合わせても面白いのかなと思うので、今回はちょっとね山菜ではないんですが、そら豆も、加えてみましたと。そら豆ね、この皮ごとでも食べられるは食べられるんですけれど、僕はねこの皮を剥いた方が食感がいいかなと思いますんで、皮を剥いてで、炊き込みご飯に加えますと。これね、あまり強く剥くとここでね半分に豆が裂けてしまうので、味はね変わらないは変わらないんですけれど、見た目は欠けてない方が綺麗に見えるかなと思うので、もし気になるようでしたら、気を使って剥いてもいいのかなと。こういった状態になっているかと思うんですが、そら豆とこちらですね、うどの中身の部分、この2つはそのまま使っていくんですけれど、うどの皮とこの芽の部分、こちらは、さっと油で炒めてから炊き込みご飯に入れますと。このねふきのとうとたらの芽、こちらに関しては、さっとね、塩を入れたお湯に通してから、使いますと。じゃあこっちからね、湯通ししていきますと。でこれね、沸いた湯にお塩を一つまみ加えて、あとはねこれ本当に 2,3 秒湯に落として、でさっと氷水に取ると。お湯に通す意味としては、アクを抜くというのもあるんですけど、どちらかというと、これ色出しの意味合いが強くて、これねそのままご飯と一緒に炊いて、時間が経ってくるとどんどんね色が茶色くなってくるんですよ。なので先に茹でて氷に取ることで、仕上がりがね色よく仕上がりますと。でね、これ賛否両論あるとは思うんですが、どうしてもねこのさっと湯通しすることでアクというか、この山菜の苦みは抜けてしまうので、苦いねしっかりとパンチの効いた山菜ご飯が食べたいなんて場合は、この作業はね省略してもいいのかなと思いますんで、その辺お好みで、調整くださいと。続いてこっちね、うどなんですけれど、これはね、油を敷いて、あとはさっと、炒めるだけで、これね、なんで炒めるのかというと、炊き込みご飯ってね、その肉だとか、あと魚介類を入れない場合って、
どうしてもねコクが弱いというのがあって、これね油気をちょっと持たせると、美味しくなるかなと。さっとねうどを油で炒めてから、ご飯に加えるようにしていますね。なのでこれねうどを炒めない場合なんかはよく炊き込みご飯には油揚げを加えてね、ちょっと油の多いので、さっと全体に油がなじむ程度で、火から揚げます。ここまでが山菜の下処理と。続いてだしですね。これだしは、かつおだしなので、水で戻した昆布をね火にかけまして、でこれ火にかけるとグツグツしてくると思うのでね、沸騰直前に、昆布を、このお湯から引き上げまして、沸騰したら、火を止めて、そこに、鰹節を加えてと。鰹節もねこれ血合いが混ざっているものだとか血合いがない鰹節だとかあるんですけれど、山菜と合わせる場合はね意外とこの血合いがあってこの雑味のあるような美味しいのかなと思うので、今回は、血合い付きの鰹節を、使ってみました。で、ここからね、お米炊いていくんですけれど、だしとお米の割合は、1対1、もし柔らかめがお好きでしたら、1対 1.1 だとか1対 1.2 だとか、量比ね。なので、今回はカップ1杯お米を用意したので、だしもカップ1杯使いますと。味付けなんですけれども、だしに、これはお酒ですね。お酒を少々加えまして、お塩は2つまみ程度ですかね。お吸い物程度を目安に加えて、あと香り付けにねこちら薄口醤油を加えて、ここに研いだお米を加えますと。一旦この山菜は加えずにこの状態で火にかけますと。で、こういった形でね、沸騰してきたら、ここからねだいたい12分程度で、お米って炊けるんですけれど、この段階でね山菜を入れると山菜に火が入りすぎてクタクタになってしまうので、ひとまずこのまま5分程度炊いていきますと。で、5分ほど経ちますと、こういった形になっているかと思うので、まずここにこれは先ほど炒めたうどですね。炒めたうどを加えます。うどを加えたらここに、ふきのとうと、あとタラの芽ね、この辺を加えますと。先ほどちょっと言い忘れたんですけれど、これね、沸騰したら火は弱火に落として、炊いてください。強火だとね先に水分がなくなってどんどん底の方が焦げついていってしまうので、弱火でご飯は炊いていきますと。ふきのとうとタラの芽を加えたらもう一度蓋をしますと。で、ここからさらに5分、このままご飯炊いていきますと。で、この後にこのうどの内側の部分こちらを加えるんですけれど、これはね、食べよい大きさに、切ってから加えるようにしてくださいと。今回はちょっと細めに切って、加えようかと思います。さらに5分なので、沸騰してから都合で今10分ほど経ちましたと。そうしたら、最後これね先ほどのうどとそら豆を加えて、で、さらにここから、2分ですね。2分、炊いていきますと。で、さらに2分なので沸騰してから12分ほど経ちましたと。で、これね本当は蓋を開けない方がいいと思うんですけれど、最初は不安だと思うので、ちょっとねこのご飯の炊き加減を味見をしてみて、しっ
っかりと炊けているようでしたら、ここから最後ね、火を強火にして10秒から15秒ぐらいですかね。最後火を強火にすると、この底面にね、おこげができて、このおこげの香りが米全体に回るので、さっとおこげを作ったら、火を止めますと。で、ここから10分ほどご飯を蒸らして完成ですと。これちょっと最初に言い忘れたんですけれど、これお米を研いでから出汁を加えて、でそこからね、30分程度はこのご飯を浸水しておいた方がこの失敗は少ないので、余裕があればしっかりと浸水してから炊いてくださいと。もし浸水する時間がね取れないようだったら、今回ね、米と出汁の量を1対1で炊いてるんですけれど、出汁を気持ち多めにして炊いた方がこのご飯に芯が残るなんてことはないかと思うので、余裕があれば浸水して、余裕がなければ多少水を多めにして、炊いてみてくださいと。はい、で、10分ほどね、蒸らしたら、こういった形でご飯炊けているかと思うので、そうしたら炊き込みご飯の完成ですと。食べるときはこのしゃもじでさっくりと全体をかき混ぜて、もしね味が薄いようだったら、これね食べるときに上から塩を軽く振って、で、味を加えながらお召し上がりくださいと。山菜のね炊き込みご飯はなかなか手間はかかるんですけれど、春にはね一度は食べたい料理ではありますかね。はい、ということで、こういった形でね、山菜の炊き込みご飯完成でございます。